電源が入らない。こんにちは、MB サポートの管理人です。前回、ハードディスクドライブを増設した際、電源ユニットの IO スイッチをオンに倒したきり、電源が入らなくなりました。一瞬だけ電源が入り、すぐに落ちる。ファンは回転する。なんて、マザーボードトラブルの兆候は見られず、全くうんともすんとも言わない状態です。最低限のデバイスに変更して、電源供給量を低減、ケーブルの分散、保護機能解除のための時間を置いたり、オーバークロックの設定ミスを元に戻す、ジャンパーピンによる CMOS クリアまでしましたが、状況は変わりませんでした。まずは、原因を特定するために、電源ユニットを交換しました。音がうるさいので買い替える原因となった、現役を引退した電源ユニットを、一時的に取り付けました。ワット数は、600ワットから500ワットに、下がりましたが、問題なく動作しました。これにより、原因は電源ユニットであることが、わかりました。ファンが消耗しているのか、とにかくうるさい電源ユニットです。まあ、だから買い替えたのですが、一時的ですが、皮肉にも、この電源ユニットに助けられることになりました。捨てなくてよかったです。ということで、壊れた電源ユニットの後継機、エナーマックスのレボリューション87、650W を購入しました。夜に注文したので、届いたのは、2日後です。人に勧めるなら、プラチマックスですが、私は80プラス、ゴールドを選択しました。それでは、開けます。いい雰囲気です。まずは、取扱説明書です。日本語は、5ページしかありません。これは、ただの仕切りです。電源本体を固定する役目もあります。これは、付属品を収納するケースです。モーズ87プラスに、付属するケースの方が立派だったので、がっかりしています。脱着可能なプラグイン方式なので、余ったケーブルを収納します。プラグイン方式のケーブル類です。コードガードです。後で、使い方を説明します。ベルクロテープの結束バンドです。エナーマックスの電源ユニットは3代目なので、6本の結束バンドがあります。PC ケースに接続するネジと、ステッカーです。電源コードです。そして、いよいよ本体の登場です。脱着式ケーブルを接続する部分です。左が、今回電源が入らなくなった、モーズ87プラス。右が今回購入したレボリューション87プラスです。寸法は全く同じです。普段は見えませんが、ファンがゴールドの方がかっこいいですね。次は、コードガードの使い方です。コードガードの両端を、電源の AC コード接続口、上部に設置します。AC コードを、AC インレットに差し込みます。以上で、AC コードが抜けるのを防げます。次は、モジュラーケーブルの紹介です。グラフィックカード用の6プラス2ピン、つまり、8ピンケーブルが2本。私は、ファンレス、追加電力供給なしの、ビデオカードを使っているので、不要です。4ピンペリフェラルコネクタが、2個と、SATA コネクタが、2個ついたものが2本。このケーブルは、ハードディスクドライブや、光学式ドライブに使います。電力を分散させて安定供給するために、あえて2本使ってもいいでしょう。4ピンペリフェラルコネクタが、4個と、
フロッピーコネクタが1個のものが1本。これが、フロッピーディスクドライブに、接続するコネクタです。最後は、SATA コネクタが4個ついたケーブル1本です。脱着不可能なケーブルは、メインボード用の24ピンと、補助電源用の8ピンです。それでは、電源ユニットを交換します。3日間、騒音に耐え続けました。それも今日で終わりです。この PC ケースは、補助電源を引っこ抜くために、上部のカバーを開ける必要があります。さらに、上部の 140mm ファンを取り外します。一時的に、ファンを右に寄せます。補助電源が見えました。これを引っこ抜きます。抜けました。マザーボードの24ピン電源ケーブルを引き抜きます。電源ユニットと PC ケースを接続するネジを外します。一時的に使っていたクーラーマスターの 500W 電源ユニットを取り外します。それでは、左の新しい電源ユニットを組み込みます。先ほど外したケーブルを接続していけばいいだけです。この PC ケースは、下段に通気口があるので、電源ユニットのファンを下に向けます。この設置方法が正しいのか不明ですが、下からケース外の空気を吸い込んで、電源ユニットを通過して、背面から排出するため、PC ケース内の熱い空気が、電源ユニットを通過することはありません。でも、背面のエナーマックスのラベルが、逆さまになります。やっぱり、逆なのかしら？この PC ケースでは、接続しにくい、補助電源。上部のファンを元の位置に、戻します。まあ、熱せられた空気は、自然と上昇するので、こんなところにファンをつけなくても、通気口があれば、自然に空気は排出されます。マザーボードに24ピンを、接続します。逆に刃させないようになっていますが、突起があるので、刺す前に方向がわかります。上部のカバーを閉めます。片側に3箇所、差し込むところがありますが、覗き込まないと見えません。ハードディスク4台なので、1本のケーブルで処理できますが、あえて分散します。これが電源ユニットに接続する、5ピンブラックソケットです。プラグイン方式の電源ユニットのメリットは、無駄なケーブルを PC ケース内に放置せずに済むことです。これにより、空気の流れを妨げず、冷却性能を高めます。反対側から、SATA 電源ケーブルをハードディスクドライブに接続していきます。PC ケースカバーを閉じ、AC、ディスプレイ、USB、LAN ケーブルなどを接続して、元の状態に戻します。最後に、電源ユニットの IO スイッチを、I の方に倒します。今まで使っていたプラグイン方式の、ケーブルはこれです。丸みを帯びてかさばるため、PC ケースのマザーボードの、裏に収納するのが大変でした。今回購入したレボリューション87プラスは、墨垂れ式で薄いです。これは非常に助かりました。それでは、PC が起動している状態の、音を聞いてください。どうです？静かでしょ？これなら、夜中に番組録画が始まっても、目が覚めないでしょう。静かな電源ユニット、好きです。以上で、電源ユニットの交換は終了です。これで、マインクラフトの編集に移れます。最後まで見てくれて、ありがとうございました。